皆さん、こんにちは。ゆきです。日本語を楽しく学べるポッドキャストへようこそ。今日のテーマは、日本の交通機関について。今日の動画では、日本の電車、バス、車、海外との違いもシェアします。あと、電車についての私の体験談もシェアするので、最後まで見てくださいね。日本へ留学したい方、いつか日本で生活してみたい方の参考になれば嬉しいです。まず一つ伝えておきたいことがあります。日本といえば東京や大阪のような大きな都市、大都市、大きな都市をイメージする人が多いと思います。でも日本には都道府県都道府県が47個あります。それぞれその地域の雰囲気とか気候、文化も少しずつ違います。方言もまるで別の言語みたいに聞こえるところもあります。だから日本といってもどこに住むかによって全然違う体験ができると思います。例えば日本といえば電車を思い浮かべる人が多いんじゃないでしょうか。でも私が住んでいる沖縄には電車がありません。移動手段は自転車、バイク、車、バス、モノレール、タクシーぐらいかな。でも沖縄では自転車に乗っている人はそんなに多くないです。沖縄は亜熱帯気候なのでスコールがよく降ります。天気予報があまり当たらないんです。そしてバスも時間通りに来ないこともあります。だから沖縄の人はだいたいみんな車を使って移動します。沖縄でどこに住むか、沖縄の中でどこに住むかによっても違うんですが、沖縄で車なしで生活するのは少し大変です。では、東京だとどうでしょうか。東京は電車のイメージが強いですよね。人がとても多くて、東京で電車に乗ると、電車の中はとても静かでびっくりした人も多いんじゃないでしょうか。私が初めて電車に乗ったのは高校生の時で、その時はとてもびっくりしました。沖縄のゆったりとした雰囲気と東京のスピード感が全然違うので、とてもカルチャーショックを受けました。特に朝と夕方、みんなが仕事に行く時間と仕事から帰ってくる時間、その時間帯は駅はとても混んでいます。みんな会社に行くのにとても急いでいます。私が東京で少し働いていた時、とてもびっくりしたことがありました。東京の品川駅から電車で会社に向かおうとしていました。ちょうど私が行こうとしていたら、私の前の方で、私の前を横切って、この方向に行く人がたくさんいたんですね。でも私はまっすぐ行きたかった。だから、この横切っている人たちを邪魔したら悪いと思って、この人の流れがなくなるまで待っておこうと思って待ってたんです。でも、この横切っている人の流れが全然止まらなくて、いつまで待っても全然止まらなかったんです。で、誰も私に道を譲ってくれる人もいないし、この流れも全然止まらなくて、このまま待っていたら私は会社に遅刻してしまうと思って、仕方なくこの流れに飛び込んでいきました。
でもそうしないと多分遅刻してたと思います。その時に、東京と沖縄じゃこんなに違うんだなぁとびっくりしました。あと、日本の電車のマナー、最初びっくりした人も多いと思います。電車の中ってすごく静かですよね。海外で電車に乗ると、電車の中で何か食べたりとか、歌ったり、あと友達と大きい声で話している人もよく見かけます。日本ではそういうのは見たことないかもしれないですね。だから海外の方が日本に来た時に電車に乗るとちょっと静かすぎてびっくりすることもあるかもしれません。ただ金曜日の夜に電車に乗るときはちょっと気をつけてください。会社で働いている人はだいたいみんな平日月曜日から金曜日まで仕事をして土曜日日曜日が休みという人が多いので、金曜日は仕事が終わった後に居酒屋に行ってたくさんお酒を飲んで電車で帰る人も多いです。だから金曜日の夜に電車に乗ると、あ、この人お酒飲んできたのかなって思うような、ちょっとお酒の匂いがする人もたくさん乗っています。そして日本の電車で一番びっくりするのが時間の正確さ。電車が予定時刻ぴったりに来ることにびっくりした人も多いんじゃないかなと思います。だいたいみんなアプリで電車の時間を確認して、その時間を逆算して、何時に出ればこの電車に間に合うっていうのを計算して行動しています。皆さんの国ではどうですか？電車は時間通りに来ますか？毎日どんな移動手段で移動していますか？よかったらコメントを書いて教えてください。ちなみに私は普段車で移動しています。実は自転車に乗れないんです。時々モノレールに乗ることもあります。最近旅行に行っていないので、久しぶりに旅行に行って、九州や本州で電車に乗りたいなと思っています。はい、今日は日本の交通機関についてシェアしました。最後まで聞いてくれてありがとうございます。ではまた次のエピソードでお会いしましょう。じゃあまたね。バイバーイ。